すする TV。 ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今回は今年で3回目になります。もはやおなじみと言ってもいいんじゃないでしょうか。すするの体調を気遣ってくれるあの企業とのコラボ企画ということで、本日のお店こちらです。JR 飯田橋駅から徒歩3分くらいのところにありますやーやーや飯田橋店さんにお邪魔します。こちらやーやーや飯田橋店さんは過去にもすする TV で訪問しておりまして、この飯田橋屋ってね結構学生が多いんですけれども、ライス無料の家系ラーメンということで非常に学生さんにも人気があるお店です。そしてね今回なんと3年連続でキャベジンさんとのコラボになっております。イエーイ。去年はね緑色のパーカーだったんですけれども、今年はこんな感じで白いパーカーになりまして、結構ね家系ラーメンのスープが飛びそうで若干不安なんですけれども、今年2022年も毎日ラーメンをすすってきた私すすると、そしてねラーメン大好きなズルズルズの面々の胃袋を心配してキャベジンさんからコラボ依頼をいただきましたということで、私すするもね毎日ラーメンをすすってきているとはいえど、さすがにねちょっと30歳近くなってきて、朝起きた時のね胃もたれとかを経験するようになってきてしまいまして、今年もキャベジンさんとコラボすることができて非常に嬉しく思っております。それではキャベジンさんとのコラボ企画キャベツパワー全開ですすっていっちゃいましょう。レッツゴー。さあ、やーやーや飯田橋店さん、ハイテク食券戦です。今回はキャベツラーメンとうずらの卵をタッチ、そしてもちろん無料のライスもお願いしました。ライスは大中小選択可能で食べ残ししないようお願いしますという注意書きもしっかり読み、近隣の学生やビジネスマンの強い味方だなと思いつつポッケに忍ばせています。ちなみにねこちらのキャベジンさん下流タイプなので、もうカバンとかねこのパーカーのねポケットとかに忍ばせられるのが嬉しいですね。麺と米のダブル炭水化物でがっつり食べるぞと意気込みながら、おそらくすするのキャベツラーメンに乗るであろう大量のキャベツも確認。調理の様子を眺めながら徐々に食欲のエンジンをかけて待ってるだ。こちらがやーやーや飯田橋店さんのキャベツラーメンうずらトッピングです。キャベツラーメンということでキャベツがたっぷりと乗っており、800円でこれだけキャベツが乗っていて、しかもライス無料という恐ろしいコスパの良さ。やーやーやさんと実家に感謝しつついただきます。ではまずスープから飲んでみましょう。ビーン。ギューンと濃厚な豚感のある豚骨醤油家系味で、チー油の風味はそこまで強くなく、豚感がダイレクトにアタックしてくるパンチングな味わい。スープにしっかりと豚の旨味が反映されていて、安いのにしっかりと材料を使っている印象で、醤油の塩分ではなく豚で濃厚さを出しているのがすごいところ。こりゃ早速ライスをホームカミン。さあお次に麺をリフトアップし、いざすする。太麺。大橋製麺製の中太麺は短めでズバッとすすれる気持ちよさがあり、つるもちな食感もナイスな心地よさ。麺自体はコモンなものですが、それでいいそれがいいとなるもので、ライスと合わせて満足度をさらに上げるべし。スープが濃厚なのでぶつかり合うこともなくズバズバすすってファーフロムホーム。キャベツも食らってグッとも飛び出します。さてそんなキャベツですが、くた気味な食感で臭みはなく甘みを感じ、スープに浸すとこれまた美味しい。ヘルシーパワー全開になったところで、今度は家系ラーメンのトッピングといえばのほうれん草も食らい、こちらもスープを吸っていていい感じ。麺にキャベツを絡めてすすれば食感に変化も出て良きアクセントとなります。さあここで海苔をスープにビタッと浸し、ライスに巻いて食らっていきます。磯感がふわっと広がり、やっぱり家系ラーメンといったらこれをやらなきゃね。どんどんキャベツも活用しながら豚感あふれる味わいを堪能していきます。ではここでさらなるパンチを求めて豆板醤を投入。スープに塩分とピリ辛な味わいをプラスしてくれて、味変がよーく乗るスープなので後半戦のナイスなブーストに。ノーウェイホームは寂しいですが、いつの間にか乗せていたきゅうりの漬物とともにライスも麺もキャベツもどんどん食らっていきましょう。てな感じでいよいよチャーシューが登場。食らってみるとしっとり柔らかジューシーで、このチャーシューものってノーマルのラーメンは700円というのは本当にコスパが良すぎる。そりゃライスも鬼神のごとくバクバク食らっちゃうってもんで、可愛いうずらをパクリと食らって箸休めしたらラストスパートいっちゃいましょう。麺だけでなくライスともいろいろ合わせられるのが家系ラーメンのいい
ところでそのライスが無料でおかわり自由となれば満腹になるまで食べ過ぎちゃう。でも美味しいからやめられないんだよなと思いながら食べ進めていると、本日も完食です。大変美味しくすすれました。コスパ最高なお腹いっぱい食べられる至福の一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー屋さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。東京の家系らしく、この骨太な骨々しいこの豚の豚骨感が前面に出た家系スープで、スープ一口目からねしっかりとギリッと豚骨の味がしまして、豚骨の風味がぶわっと鼻を抜けていくようなパンチのある味で、もうスープ一口飲んだ瞬間からもうご飯に手が伸びてましたね。そして今回キャベツラーメンにしたので、結構キャベツも盛りが良くて、キャベツラーメンはね800円なんですけど、もう800円であれだけキャベツが乗ってて、そしてトッピングもねしっかりと乗ってて、さらにライスも無料ということで、近隣の学生たちが愛する理由もわかる、非常にコスパが良く、そして美味しい家系ラーメンをいただきました。というわけで屋さんで家系ラーメンがっつり食べ過ぎてしまいましたので、ポケットに忍ばせていたこちらのキャベジン講和アルファ顆粒を飲んでいきたいと思います。食べ過ぎはね胃もたれが気になるという方はね、ぜひぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。もう今年もね残り1ヶ月ぐらいとね、かなり少なくなってしまいましたが、こちらのキャベジン講和アルファ顆粒をお供に毎日ラーメンをすすっていきましょう。それではごそれ。それではするの公式キャッチフレーズ、飯田橋店さん、キャベジンがやってくるや。ビートルズの最初のアルバムの日本版のタイトルね。どうもチャルゾーです。のびです。本日はキャベジンさんとのコラボレーションということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やーさん。やーさんですね。家系いいですね、やっぱ。家系とキャベツで、レッツゴーということで、米編、久しぶりにお二人で、自分らにつけるそれ。お二人でお届けします。皆様のコメントに返信していくコーナーになってるんですが、先日コミュニティの方でですね、寒くなるとやはりラーメンをする人は増えるようです。皆さんのラーメンに最も合う外気温は何度ですかっていうアンケートの方をね、行ったんですけれども、なるほど。やっぱりアンケート結果はこんな感じで、ちょっと寒めの方がですよねっていう感じなんですが、そちらについてはコメントをちょっと返信していければなということで、まずはこちら、夏の汗かきながら食う二郎が好き。なるほどね。もうセットやけどね、絶対やけど。冬でも汗だから。そう結局ね。で結構ラーメンあるんだよな、冬でも汗っていう。そう、暑ってなるね、やっぱ特にね。冬でも夏でも。夏だろうが汗をかきながら。夏に汗かくのが逆にいいんだね。なるほど。その後風呂入れるんやったらっていう保証付きですよ。いやちょっと僕はなんでやねん。そしてこちら、夏休み部活帰り袋麺。おお、季語も入ってんじゃない？季がもう入ってるけど。いやこれはひどいですね。ひどいんか。いやでも食ったけどね、俺。いや夏焼きそばやけど。袋麺ちょっと説明しすぎですね。ちょっともうちょっと含ませた方がいい。いやプレバトみたいな。ちょっと先生みたいなって思ってる。夏休みやかな、ちょっと夏休みや。そしてこちら、親父が昔風呂入りながらどういうこと？雪見大福みたいな。そういうこと？逆だけど。俺湯船に入れてるかと思った麺。そういうことか。違うか。絶対ちゃうやろ。ちゃんと丼あってあってだけど、とはいえ違うけどね。いやなんか日本酒とかやったらわかるけど、日本酒も危険やけどな。温泉でね。これもめっちゃ危険そうだな。風呂でなんかよくやってみてほしいな、ちょっと。ワイン風呂みたいな感じで。ラーメン風呂。己が出し。己が汚いわ、やめとこ。おどろしようで。